こんにちは、オーズライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。最近の私はと言いますと、少々散財気味の日々を過ごしておりました。ずっと節約してきていたはずなんですが、実は夫の職場が変わりまして、あれが必要、これも必要。別に私は何も変化はないんですが、なんだかつられてしまって、気づけばすっかり買い物が弾んでしまってました。ということで、今回は緩み気味だった節約の紐をぎゅっと引き締める回、節約スイッチを入れ直す方法をお送りしてみたいと思います。今回も気合や根性の話ではありません。楽しいも心地いいも手放さずにゆるく長く続けるための節約方法を私なりにシェアしていきたいと思います。節約スイッチ1つ目、周りの5人を変える。あなたは最も多くの時間を共に過ごす5人の平均である。こんな名言を聞いたことがあります。5人かって思って考えてみたんですけど、これって現代だとSNS でよく見てる人とかも入る感じなんですかね。いや、最近実はすごく影響を受けていたんですよね。SNS のあの人の洋服とかバッグ、インテリア、もう取りつかれたように見てました。そんな時、まずやることは一つ。SNS で奪われた心は SNS で取り戻す。私の場合はもうひたすら節約 YouTube を流してます。これだけなんですけど、かなり効きがいい気がしています。散財している時って節約の背の字も受け付けない時があるので、別に聞かなくてもいいですよというテンション感で BGM のように流しておく。節約系の YouTuber さんたち、話が面白い方も多いので、気づいたらだいたい聞き入ってます。私の場合は3日くらいで、もう散財いいかなって、そういう感覚が戻ってきます。周りの5人、SNS のあの人が座っていた席を、今度は節約系 YouTuber さんに座り直してもらう。これいいところは我慢が不要というところでしょうか。あの人みたいに暮らしたいなとか、あんな風にお金と付き合えたらいいなとか、そういう感覚が勝手に芽生えてくるのが苦しくなくていいですね。節約スイッチ2つ目、責めない、引きずらない。せっかく貯めても消えるのって本当にあっという間。これ先月の私です。クレジットカードの明細を見て、あれ、こんなに使ったっけと思ったんですが、数秒後には、いや、使ったな。楽しそうに散財していた自分を鮮明に思い出しました。使ったのは紛れもなく私なんですが、後先考えずに使ってしまった自分にがっかりもします。家計簿なんて開いたらもっとがっかりしそうで、怖くて開けない。そんな時はとにかく気持ちを切り替える。責めない、引きずらない。せっかくお金を使ったなら授業料だったことにする。この切り替えって案外大事ではないですかね。ということで、学びに変えるべく今回の散財期間を振り返ってみます。どんな買い物で満足できたのか、どんな買い物は後悔したのか。なんでしょうね。思ったのは、高いからいいわけではないということですかね。例えば洋服一つとっても、ポリエステル素材、これは安くても高くても結局は汗でペタペタくっつくなとか、それから外食が多いほど幸せ
ということもなさそうだなとか、外食続くと胃がもたれますね。ありがたみも薄れる。なんか逆に家で食べるお味噌汁がすごく美味しく感じました。結局人生の満足度って払った金額よりもどれだけ新鮮に楽しめるか、この方が大きいのかもしれないですよね。散財を学びに変え、いい経験だったかもって思えたら、なんだかすっきりしました。気持ちも晴れたので、現実に向き合えそうな気がします。さて、次は節約スイッチ3つ目。地に足をつける。節約マインドがスタートラインに立った。このタイミングがチャンスです。現実を見る。改めて今我が家に必要なお金を確認していきます。食費、日用品、外食費。散財中って買い物が楽しい反面、こんなに使って大丈夫かなっていう不安も伴うんですよね。なのでこうして今一度足元を見直して、ここに収めれば大丈夫っていう基準を持てるとすごく安心できました。なんだか散財していた間に随分物価が上がってしまいまして、以前組んでいた予算ではもう難しいですね。全部組み直しました。ふるさと納税でお米を頼んで、鶏胸肉のレシピもあれこれと検索中。なんだかやる気がふつふつ湧いてきた気がします。節約スイッチ4つ目。削らない幸せを決める。予算を見ているとどんどん削りたくなってくるんですよね。外食減らせるんじゃないかな。お出かけ減らして食費もまだ減らせそう。やる気が出たのはいいんですが、私自身これで大失敗したことがあります。当時は予算を削れば削るほどいいと思ってました。なので全部を最安値で揃えようとした。ちょっと極端すぎましたかね。その結果、栄養が偏って体調を崩したり、節約そのものが嫌になって、最終的にはもう嫌だって投げ出してしまいました。安さは正義だと思っていたけど、私には合わなかったよう。未来のために今を全部削るのも違うし、今が楽しいからといって未来の分まで使い切るのも違う。正解はないかもしれないけれど、うろうろといい塩梅を探してみる、そんな時間も必要なんじゃないかなと思います。そこで鍵になるのが、これは外せない、自分の幸せをちゃんと知っておくこと。どうですかね。私の中でパッと思いついたのは、朝一のほうじ茶タイムですかね。これは外せないです。なんだかこの時間があるだけで一日がぐんと整う気がします。なので茶葉は節約しない。自分が美味しいと思えるものを買います。でもその代わりなんとなくのカフェには行かない。こんな風にメリハリをつけていい塩梅を見つけていくと、節約疲れに陥ることも減る気がしますよね。それから私の場合は毎日使う器にもこだわりたいですかね。お気に入りの器で食べる料理ってやっぱり美味しい。なので器は安さで選びません。その代わりに数を増やさない。10年後も使いたいって思うものだけしか買わないようにします。家族との外出も見直しました。ちょっと前まではお金を使いたくないからずっと家にいる、これでよしって思ってたんですが、夫から言われてしまったんですよね。休日がつまらない。もう漫画みたいにうって言葉が詰まっちゃいましたね。当たり前かもしれないですけど、やっぱり私だけじゃなく
夫にも納得してもらえないと節約は続かないし、幸せでもない。もう家族の楽しみを考えてなかったなと反省しました。ということで、最近の休日はよく外に出かけています。といってもお金を使う外出ではなく、おにぎりと水筒を持って公園に行ったり、あとは最近無料でバーベキューできる場所も見つけたりして、今はお金を使わずに満足できる休日模索しているところです。いつか泊まりでキャンプしたいよねなんて共通の夢ができたりして、ちょっと楽しくなってきましたね。こうして振り返ると、私たちに必要だったのは豪華なお出かけではなくて、一緒に楽しみを見つけていく、そういう時間だったのかなとも思います。未来のためにお金を貯めることも、今を楽しむことも、どっちも諦めたくないです。だからこそ自分の幸せ、家族の幸せに改めて目を向けてみる。遠回りのようですが、結構意味のある時間になるのではないでしょうか。節約スイッチ5つ目、買い物の見直し。突然ですが、Amazon って便利なんですね。遅ればせながら最近使い始めたんですが、翌日に届く感動といったら、必要なものを探していたはずなのに、気づいたら欲しいものを探すために開くようになっていました。小さな散財も積もれば山となる。ということで、買い物の回数を見直していきます。食料品は週に1回、日用品は月に1回。Amazon もそのタイミングだけ買ってよし。やってみて気づいたんですが、なかなかの禁断症状が出ますね。Amazon 見たい、欲しいものを探したい、そわそわ。でも3日くらいでしょうか。だんだん平穏に過ごせるようになってきました。ちょっと前までいろいろとカートに入れていたはずなんですが、今はそれが思い出せないです。忘れっぽいってこういう時に役立つんですね。そういえば節約動画で買い物回数を減らすというのはよく見かける気がします。きっとついで買いが減るからだよねって思っていたんですが、最近はそれだけでもない気がしています。というのも、私自身ちょっと前までは買い物のことばかり考えていたんですけど、買い物の回数を減らしてから、あの本まだ読めてないなとか、そういえば米粉でお菓子を作りたかったんだとか、なんというか楽しいひらめきがちょっと増えた気がするんですよね。気のせいですかね。人間って何かしら楽しみを見つけようとする、そういう生き物なのかなと思ったりもしました。外ばかりに向いていた気持ちが少しずつ落ち着く場所に戻ってきた。気づけば前よりもお金が減らなくなっていて、暮らしそのものも味わえているような気がします。それでは最後6つ目です。不便をもっと面白がる。節約って辛そうに付き合う人もいれば、妙に楽しんでいる人もいたりしますよね。できれば後者でありたい、そんな風に思います。一筋縄ではいかなそうな気がしますが、努力はしたいなと思っている今日この頃です。幸せそうな節約家さんって節約そのものを遊びに変えるのが上手な気がします。足りない、じゃあ買おうではなくて、足りない、さてこれをどう乗り切るか、そんな風に考えていそうな。今は100均に行けば大体何でもありますよね。なので買った方が早いし、買った方が楽、そう思うことも正直多いんですけど、こういう小さなところからの積み重ねなのかなとも思います。ということで、知恵と工夫で買わずに何とかしてみせる、
そういうゲームを開催してみることにしました。とりあえず1週間買おうと思っていたものいろいろあったんですが、あるもので何とかするゲーム1週間やってみて、いくつかできたことがあります。まずこれです。無印の泡立てボール。だいたい3ヶ月で形が崩れてくるので、その時期に合わせて買い替えていたんですけど、正直ネット自体はまだまだ綺麗。ほつれさえ自分で直せればまた使えるよなということで試してみました。こんな風になってるんですね。輪ゴムでくくり直すという荒技。でもなんだか見た目はいい気がします。とりあえずこれで使ってみたいと思います。あとはロンティー。もともとは新しく買うつもりでしたが、買わずにどうにかできないかということで、夫のクローゼット漁らせていただくことに。そういえば肩幅が一緒なんですよね。手放す予定だったとのことで、ありがたく頂戴しました。それからこれ、ちょっとこれは趣旨が違いますかね。買わずに済んだというより捨てずに済んだ話なんですけど、賞味期限が近い、いや若干切れた野菜ジュース、備蓄用であることを忘れていて大量に見つけてしまいました。この量一体どうしようって変な汗が出たんですが、今週は工夫を楽しむ週だったなって思い出してスープに変身させました。チリコンカンみたいな、なんでしょう、よくわからないスープでしたが、とても美味しかったです。考えてみれば、物っていつか飽きたり壊れたり期限が来たりしますが、夫のクローゼットにお宝があるかもとか、自分で直してみる術とか、こういうのって一生使えるからいいですよね。生きる力が1ポイント増えたような、そんな嬉しさがありました。余談ですが、江戸時代の人って冬の着物をほどいて中の綿を抜いて、また夏用に縫い直していたらしいですよね。いや、私なんてまだまだひよっこだなと思いました。最後まで聞いてくださりありがとうございます。節約っていろいろな方法が言われているけれど、結局一番大事なのは気持ちなのかもしれないななんて思ったりしています。頑張りすぎず、かといってだらけすぎず、ほどほどに幸せで、気づけば暮らしに自然と溶け込んでいるような、そんな節約をこれからも続けていきたいです。皆さんは散財モードから戻る方法、何かありますでしょうか？よかったらぜひコメントで教えてください。インスタグラムもやっています。こちらもぜひ遊びにいらしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。